峠最強伝説。さあ始まりました。ホットバージョンボリューム135。心はいつも晴れ女佐々木愛理です。晴れ女。寒い笑いもらいましたね。今日新しいものスペシャルとなっておりますので。何が新しいんだよ。はい。お前古いだろ。私はちょっとだいぶオールドになってきちゃったんですけど。今日来る車がなんか今日しかダメらしくて、人気があるんだ。なんか順番待ちらしくて、マスコミの間で。はい。でここにいらっしゃる方のスケジュールよりもその車のスケジュールを優先しちゃったらしいですよ。なるほどね。それとさらにそのロードその車と別にもう一個はちょっと先日出た車をチューニングしてきた車がある。チューニングした車があると。S。おお。なるほどね。それ楽しみだね。というわけで今日は初物尽くし。はい。あいにくの路面ですけど。この面でペッチョリーナですけどもね。はい。乗ってみたいと思います。はい。峠最強伝説。今回はロードスターと S660 だ。こちらが引っ張りだこの車、そうニューロードスター S スペシャルパッケージ。さあついにホットバージョン初登場ニューロードスターです。そしてロードスターに詳しい人をお呼びしています。 RS 相沢のノブさんです。どうもです、よろしくお願いいたします。今回は比較用にですね、初代の NA をお持ちしました。比較にはいいね。はい。ね、比較にはね。比較には十分だと思います。そう、26年一筋ロードスターでやってきた人だから。ずーっとやってますんでね。ね、変わり者ですね。変わり者。変わり者。こうやって並べるとさ、なんかちょっとでかいのかなっていう感じがするよね。幅もね。まあ ND のが今までで一番全長が短く、車幅は一番広い。ホイールベース NA が2265、こちらが2310。こちらの方がホイールベースが長いんですね。そうですね、今回は完全な安定志向、そのあたりに振ってるというふうに考えてもいいと思いますね。車の全長は短いのにホイールベースが長い、だからそこら辺が安定志向ですよね。そうね、結局はその数字的にはね、そういう形になってるんですけど、トータルで全部今回は新規ですから、そのあたりで見直したのかと思いますね。オーバーハングもだからほぼすごいないですよね。真面目な話。なるほどね。勉強になりますね。でね、車重、約50キロぐらいの差があると思います。昔の車はシャーシもペラペラで軽いの当たり前じゃないですか。今時の車はもうシャーシがすごく強度出してて、衝突安全なんとかとか、その中でこの車重1トンぐらいの車重っていうのはかなり頑張ったんじゃないかなと思いますよね。そう、偉い。ね、すごいと思います今回は。これはね、頑張ったよ松田は。そう、かなり今回作り込みをしたっていう話は聞いてますんでね、そのあたりで、この車で抑えたってことがすごいと思います。でこのロードスター、あれが NA、いわゆる初期型、N の A、B、C がいて、これ D じゃないですか。で1600、1800、2000で 1.5 下がっちゃったわけですよね。でも今回は新成形のスカイアクティブエンジンということで、エンジン馬力的にはですね、実際ダイナパックスの後で測っても10馬力以上のアップはしてますので、当時の NA から比較してね、あれリアル何馬力ですか？
リアル90馬力そこそこじゃないですかね。カタログ値では120って書いてあるんですよ。嘘だよそれは嘘だ。 90。 90ぐらいですかね。こちらは131って書いてます。嘘だね。まあその102、3と言われてますね。でもね結構ね足首とかも上げてきてますからね。今回13、向こう9.6しかないですよね。あ、そこら辺で頑張ってるんですね。そう結構下のトルクも出してますし、いろいろな新機構ぶち込んで、結構そのあたりレスポンスとかそのあたりも上がってるというふうに言われてますね。で逆に言うとあっちの方がやはりまだエンジンにゆとりがあるから上がりしろ、チューニングしていけば上がりしろはあるってことですよね。当然あります。こっちはもういやそれは言っちゃいけない。まあこれからですから。これからだから今日でもやっぱり気になるのが伸びしろの有無。さあどうなのか。さあニューロードスター出ましたが、やっぱりこの NA からどのくらい進化してるのかっていうね、まずこれを乗ってみないとニューロードスターは語れません。行ってきます。1600だもんね。この後峠キングが珍しく超ビビることに。ABS ねえんだよ。ああそうだそうだ。ああ怖い。ああ遅いけど楽しかったよね、この時代の車って。こうブンブンブン回してずっとこう全開っていうね。シビックもカローラもロードスターもそうだけど、やっぱさ天禄の面白さってそこなんだよね。昔の天禄ボーイズレーサーは乗ったら全開、絶えず上を回し切る。決して速くはないけど回し切ることができたからこそ、そこに人馬一体感が味わえたのだ。こんな感じだよね、ノーマルってね。区間タイムは31秒599。パワーはないんだけど面白さがあるっていう、ほらね、レベルの低いところで鉄が滑るんだけど、これがやっぱ楽しいよね、この時代のロードスターって。確かに限界は低いけど動きが分かりやすくて遊べる、それがこのロードスターだったね。ロードスター好きノブの評価は。危ないよ、これちょっと攻めたらフロントがロックするかリアが出るか、その2択だね。その分ね、これぐらいの速度でも刺激たっぷりです。今タイヤに全神経を集中してます。 ABS 一つない車だけにドライバーのセンシング能力も磨けたのかもしれないね。さあニューロードスター行ってみたいと思いますね。どうでしょうか。 100cc しか違いません。いきます。 100cc 少ないニューロードスター。メーカーの狙いは当時のボーイズレーサーみたいにエンジンを回し切る楽しさを感じてほしいってことなのかもしれない。まあ全然速いよ、コーナーがすごく安定してる、しなやかだしね。本当にこうよくできた。メーカーがここまでやっちゃっていいのっていうぐらいよくできてるよ、これ本当に。 NA ロードスターより明らかにハイスピードで計測区間に進入。アクセルの全開時間も長いってことはウェットでも人馬一体を味わえる度合いが高くなったってことだ。その進化は道を選ばない。 NA より1秒も速いタイムをマーク。よくできてるよ。何がもっとも起きないよ、これ。チューニングするとしたら足のロール、無駄なロールを減らすぐらいだろうね。ちょっとダンパーを締めて車高を落として、スプリングをちょっと硬くしてっていう感じだろうね。こ
これね普通の人はノーマルで全然十分。ギャップもスムーズです。ノブの評価は？やっぱねバタつかないもんね。足は柔らかめなんですよ。足は柔らかくてストローク感がすごく多い。なので若干その柔らかいのを見越して走らないといけない。その動きを見越して走るというのは操作に対して挙動が遅れてくる可能性があるため、車の反応を感じることが大切ってことだ。まあでも姿勢作りを自分でイメージして作るのはやりやすいかも。でもちょっと僕の好み的にはもうちょっとストローク感を減らしたいな。ちょっとねストロークが多いな。車がこう動きすぎちゃう。2人が気になった点はストローク量の多さ、あとはいい感じかな。それでは新旧ロードスター点数をどうぞ。やめてください。じゃーん。はい、じゃん。まあ似たようなもんだね。そうですね。ね、はいまあ、これはね86と一緒で、はいベースとして面白い車、はい足とかなんかやってったらどんどん面白くなる車、はいっていうのでまあ83点。はいこのね ND に関しては、はい。ここからチューニングショップどうすんの？うんこれ結構いいわけよ。はい。そのターンインもコーナリングの姿勢も。だからこれ難しいと思うよチューナーは。もうすべて車が良すぎて何もほぼ起きないというか、まあ、オン・ザ・レール的じゃないですか、まあ、パワーがないのもあるんですけど、なのでちょっと刺激というものがないんですよね、もう良い子すぎて。これは味があるじゃん。はいこれちょっと悪い子じゃん。はい。なんかボディーコンテンツ足ふにゃふにゃしてるし、簡単に言うとボロですよね。ボロなんだけど、それをなんとかこうねじ伏せたいなっていうのがあるじゃん、はいはいこれはねじ伏せてるよりも乗せられてる。そうですね。はい。どうですか？そうですね、まあ、そのあたり、まあ、さっきも言った通り、余白というところがどのぐらいあるかっていうのをやっぱこれから我々本当探んなきゃいけないし、皆さんに提供するものはノーマルより良くなきゃまずいですよね。そのあたりっていうのはやっぱりちょっと時間いただきながらいいものを作っていきたいと思ってます。